ちら1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、未来のあなたからのメッセージをお伝えします。グランタブローを使って全体運、どのようなメッセージが届けられるのか見ていきましょう。よろしくお願いします。はい。ふわふわ雲のバナナオムレットですね。で、今回グランタブローを使っていくので、場所をね、寄せながらやっていきましょう。まずは、今回は、ルノルマンカード、こちらのドリーミングウェイルノルマンを使っていきます。まず軽くシャッフルして、ルノルマンカードなので正位置のみの採用なんですが、これでグランタブローを使って展開していきます。少し早送りしていきますね。では整いましたので見ていきます。ここから、3ヶ月後をまず前提として未来のあなたからメッセージをもらうのと、あとどんな風に全体運が流れていくのかなっていうのをもらっていきます。まずね、中心人物、あなたのカードがここに出ています。この周りから3ヶ月後の様子っていうのを見ていきますね。そしてまずあなたの中で3ヶ月後、道のカードが出ています。選択の岐路に立っているとか、分岐点っていうのがあなたの目線、考えていることとして出てきています。何かを決めなきゃいけないとか、どっちかを選ばなきゃいけないとかっていうような3ヶ月後になっているでしょう。そしてあなたが背を向けているところに手紙のカードが出ています。これは誰かに何かを伝えるとか、お知らせするとか、そういう意味のあるカードです。お手紙、メッセージ、SNS っていうのもここで出てきていますので、今その何かを伝えることに対してあなたが3ヶ月後目を背けているだろうっていうことが出てきています。それもね、重要なメッセージとしてお受け取りいただきたいところではあります。そしてあなたが今3ヶ月後ですね、考えていることとか悩んでいることで見ていくと、そうですね、なんかこう秘密にしていることだったりとか、決めていかなきゃいけないことっていうのをすごく考えていたりとか、またそれに向けての解決策が見つかる時っていうのも出てきています。秘密にしていることを明らかになるんじゃないかとか、明らかにしたいとか、あとは断捨離したい、何か断ち切りたいことがある、思いがある、それに向けての何か解決することはないんだろうかっていうのが3ヶ月後のあなたの頭の中です。そして深層心理の方に入っていくんですが、それはあなたはすごくストレスを抱えているかもしれないことで、誰かと言い合いになることだったりとか、やっぱりこの断捨離だったり言い合いだったり、何かをあなたが選んでいくことで、もちろん何か断ち切ることも出てくるだろう。人間関係かもしれない、対人面とか、あとは自分自身の心の整理かもしれないし、または家の中の不要品の整理かもしれない。何かをすっきりさせることで自分自身がそこへ向かって解決策が見つかっていく、解決していく、きれいにするための策が見つかっていくってことも出てくるだろうし、考えてるだろうしね。そのためには誰かと言い合いになること、対立になることっていうのは避けて通れないかもしれない。でもこれをするからこそ心がすっきりする、あなたの中でより前向きに物事を捉えることができるってことがあるので、少しね、痛みが伴ってくるかもしれないよ。だけどそこで収穫するものだったりとか、刈り取ってね、収穫、稲を刈って収穫するかのように、あなたにとっての何かしらの学びだったり実りだったりっていうのが出てくるよっていうのが3ヶ月後のメッセージです。そして忘れないで、あなたの中には信頼できるパートナーがいるっていうことがここで出てきていますね。苦しみから抜けたいっていうのがあなたの心の声として入っています。はい、そして次行きましょう。
でその3ヶ月後にはあなたはその自分の苦しみストレスから抜ける策を見つけたいっていうことですね。そのために何かを選ぶだろうっていうのが出てきています。では好きなお相手がいらっしゃる方っていうのは、お相手はここにいますね。はい、お相手とあなたは向き合っています。なので3ヶ月後のお二人っていうのは仲はすごくいいと思いますし、近いです。距離もお互い向き合っているので、ちゃんとそれぞれが向き合って対話できているような状態なんじゃないかなと思います。ただしこのお相手との距離は近いし向き合ってはいるんですが、あなたは何かを決めていかなきゃいけないってところを考えていますし、お相手はここですね、狐さんのカードが出てますから、本心を見せ合っていくっていうのがお相手のテーマとなって、お互いが向き合っているような状態です。お相手がよく見て、あなたの気持ちを見て判断したいってところもあるでしょうし、自分の思いを包み隠さず話したいとか、あなたからも包み隠さず話してほしいとか、またはこれはね、デートっていうのも一部入ってきます。会えるんじゃないかなっていうのもありますね。おしゃれをして会いに行くとかっていうこともあるかもしれません。この2枚がお二人の間に入っていますから、2人が結びついていくためにあともうちょっとなんだけど、でも何か決めなきゃいけないところにいるかなっていうところは出てきています。でお相手が考えていることっていうのもいろいろ悩むんだけど、その中でも一番大事にしたいことっていうのはあなたとの信頼関係だったり、またはね、これは健康状態っていうのも表しているので、ご自身の健康状態だったり、あなたの健康状態、あなたがストレス抱えてたりとかするからね、そこを気にかけているよっていうところは出てきています。はい、そうですね、お相手のいらっしゃる方はこのような関係性になっていくのかなって、こんなこと考えてるよってことが見えています。では次ね、お相手好きな人がいなくて出会いで見ていますとか、あとは恋愛運で全体的に見たいですっていう方はこちらのハートのカードです。ここに出てきていますね。でこれはこのハートの周りのカードを見ていくと、何かしら試練があったり課題が出てきたりするんじゃないかなっていうのはあるんですが、お仕事も絡んできているのかなと思います。で出会いで見ている方は仕事関係の方とか、お仕事を通じて出会いがあったりとか、ただしそれは一筋縄ではいかないんじゃないかなっていう山のカードも出ていますから、ただこれは乗り越えていけるものとして考えてくださいね。はい、仕事つながりで出会いがありそうとか、恋愛運でも仕事っていうのが絡んできそうです。またその他のカードも見ていくと、出会いがある方や恋愛運全体として見ている方は、デートっていうのもここで入ってくるので、お相手とおしゃれな高級なデートっていうのが感じられますね。それもできるでしょうし、ここもね、月のカードが入ってますから、ロマンチックな出来事が起きるんじゃないかな。このあたりがすごくいいんですよ。コウノトリさんも幸せを運んできてくれるものっていう風に感じてください。または少し移動するっていうカードでもあるので、場所を移動する。ただしこれ全体を見ていると、お仕事絡みはあるんですが、ポジティブに捉えてください。ちょっと遠出してロマンチックな場所でデートするとか、ロマンチックな場所でお食事するとか、そういうこともありそうですね。またはそうだな、会社の集まりとかで出会いがあるっていう場合もあります。誰かが転勤してきてその人に一目惚れっていう可能性もありますね。ロマンスが始まるよっていうのも現れていますから。だからこの恋愛運全体と好きなお相手のいらっしゃる方は先ほどのことと組み合わせてご覧いただいてもいいと思います。ただし仕事が絡んでくるので、恋愛運の後に仕事運を見ようと思ったんですが、ここですね、どうしても恋愛とお仕事っていうのがセットになってきそうです。そうですね。あとはその他にコミュニケーションのカードも入っていました。そして先ほども言った通り移動のカードも入っています。またはガーデンのカードも入ってますから、人脈が広がるようなこと、嬉しいこともあるだろうし、出会い、恋愛以外でね、もう人脈を広げるという意味で出会いがあったりとか、人の移り変わりっていうのが現れそう。そしてコミュニケーションも盛んに行われるだろうっていうのが入ってきています。
もちろんハートもあるから出会いだったり恋愛につながるようなこともあるでしょう。ただし周りのカードがポジティブなので、恋愛で例えば仕事と恋愛どっちなのかとか苦しいとかそういうことにはならないんじゃないかなと思います。ただここのカードを見てると道のカードも入ってるから、お仕事で一部の方では何かを決めなきゃいけない、お相手と絡むようなこと、お相手と自分と同じ仕事関係してますっていう方は何かを選ぶってことが仕事にも入ってくるかもしれませんね。あとはお家のカードも入っています。ほっとくつろげるような場所、時間作ってくださいねっていうのもありますから、あなたの中でなんかいろいろバタバタしていて人の入れ替わり激しくって、嬉しいこともすごくあるんだけどちょっとね休みたいなっていう時も出てくるでしょう。そういう時はお仕事もそこそこに自分時間も大切にしていこうねっていうのも入ってきていました。であともう一つ、金運ですね。金運はお魚のカードから見ていきます。はい、こちらのカードです。お魚のカード、これもあなたから近いんですよね。割と近い。そしてこの周りのカードも見ていきたいんですが、お金のことに対して流れが止まったりとかスムーズに流れたりとかうまくいったりいかなかったりとか少しモヤモヤするようなことも出てくるかもしれません。でもその中でも嬉しいこともあると思います。臨時収入が入ってくるとか、何か約束ができる、お金のことで確定すること、先々のことで確定するような契約だったり約束ってこともあると思います。貯蓄がうまくいくっていう可能性もすごくありますし、ただし何かを断捨離していかなきゃいけないねとか、あとは収穫していく時だよねってことが出てくるので、何か不要なものを置いていく分、その代わりプラスで何かを受け取るものも出てくるんじゃないかなという流れになっています。そして手紙のカードも入ってますね。お金のことに関してお知らせが届くとか通知が届く、または合否の結果が届くっていうこともあるかもしれません。でもね、さっきあなたの周りでも出てきた鎌のカードだったり無知のカードが出てきていますから、何か対立するようなことがあったりとか揉めたりとかするようなことも出てくる可能性もなくはないんですよ。もやもやしたりとかもっていうカードも出てるから、お金のことに対して対人面でお金の貸し借りがあったりとか、返した返さないとかで少しもやっとするようなこともあるかもしれないんだけど、ちゃんと向き合っていくことも必要だねっていう風に出てきていますね。いずれ晴れていくから、お金の流れに関しては良くなっていくからねっていうことも出てきていますから大丈夫です。そして新しいことにチャレンジしたいなっていう風に気持ちが湧き上がってくる方もいるかもしれません。今までやってきた仕事が一段落ついたから新しいことを始めようとか副業を始めようって思う方もいるかもしれません。その思いを大切にしながらどんな風にしていこうかっていう風に計画を立てていくこと、またはチャンスがやってくるかもしれないので、その時に飛び乗っていく勇気っていうのも必要かもしれません。はい、いろいろとね、お金のことに関しては、悩んだりとかすることとか決めなきゃいけないこととか出てくるかもしれないし、お知らせが入ってくるかもしれないって、お金のこともねバタバタするかもしれないんですが、でもお仕事が順調っぽいので、お金の流れもそれに応じてやっぱり人付き合いにお金が出ていくこともあるだろうし、逆に受け取るものもあるだろうしってことで流れていました。はい、そして、3ヶ月後のあなたからのメッセージとしては、ここねすごくいいカードがたくさん入っています。いかにコミュニケーションをとっていくのかとか、あと自分のやりたいことを大切にしていくのか、お気持ち大切にしていくのかってことが重要だよっていうふうに言われてました。そしてお仕事っていうのもやっぱりどうしてもこの3ヶ月後強く入ってきていますね。恋愛も大事だけど、今自分の仕事だったりやりたいことに力を注ぎたいんだよねって人も多いかもしれません。ただし全体的に嬉しいお知らせっていうのが入ってくるし、やっぱりお相手っていうところがやっぱりキーワードとして入ってくるので、好きなお相手がいらっしゃる方、または今いないよっていう方でも3ヶ月後いい出会いが仕事を通じてありそうだよっていう、濃厚だよっていうのが言われていますね。はい。
やっぱサプライズとかもあるだろうし、でもね、乗り越えなきゃいけないこととか課題とかね、例えば仕事でこれをやらなきゃいけないんだよなっていう課題が出てきたりとかをするかもしれないんだけど、でもそれでもね、嬉しい時もあるし、どっちもある、そんな3ヶ月後だよっていうのが言われています。はい、そしてでは最後この4枚からメッセージをもらっていくんですが、やっぱりね、モヤモヤしていたりとかストレスに感じること、あとは対人関係のもつれだったり、または自分自身気合い入れて乗り越えなきゃいけないなって思うことも出てくるかもしれない。もう今現在抱えてるかもしれないんだけど、それらを助けてくれるようなパートナーになるような存在っていうのがいるから、お友達だったり、またはお相手だったりとかねするから、その人をね、心の頼りとしてもう頼っていこうねっていうこともそうですね。またはパートナーシップを確認し合うようなことも出てくるかもしれません。あなたがあなたの心を蝕んでいるものっていうのが解決する方向へ運んでいくでしょう。はい、ただしね、自分自身鞭を打つようなことも出てくるかもしれないけど、だけどそれですっきりしていくんだよってことは言われています。または新しいことにチャレンジしたりとか、新しいお気持ちになる、この鞭を打つことでクリアになっていくよってことも言われていますので、辛かった痛みも乗り越えていくでしょう。痛みとともに抜けていく、辛いことが抜けていく、そして支えになってくれる人がいるよってことを忘れないでねっていうメッセージが入っていました。はい、このように3ヶ月後のあなたのこんな風になってるよっていう、恋愛運だったり、好きなお相手、あなた自身の周りのことをお仕事運、金運と見ていったので、あとはいろいろとメッセージを最後にもらっていこうと思います。何か今からできることありますかということで、こちらタロットカードシャッフルしてあります。制逆採用でアドバイスをもらっていきます。ちょっと今この全体的にグランタブローでカード出してるので、この上にカードを重ねる形になっちゃうんですが、メッセージをもらっていきましょう。ちょっと気になるところもいろいろあるので、はい、女帝逆位置、ソードの天逆位置、正位置で力逆位置で入っています。ここにオラクルを足していきます。やはり周りとのバランスだったり、っていうところで考えることもあるだろうって、自分の思う通りにいかないことも出てくる。多分これは対人関係かなっていう感じがするんですね。またはご自身の、バランスかもしれません。こう気持ちが優れないとか、そうですね、周りのことを気にしちゃって自分の実力を発揮できないとかっていうことも出てくるかもしれません。恋愛もそうかなと思います。恋愛、そうですね、全体的に課題になってくること出てくるよとか、あとは自分の心のガードを外していくようなことも必要になってくるのかなっていうことが全体でね出てくるので、それがお仕事で入ってくるのか、恋愛なのか、金運なのかってところは様々ありますが、もうグランタブローを見ていると、恋愛かお金かっていう感じもするんですが、かなりねこの仕事っていうのが3ヶ月間強く入ってくるんですね。かなり入れ替わりがあったりとか、嬉しいことなんですけどね、変化がありそうだっていうのは出てくるんです。中にはすごく人の入れ替えが激しかったり、飲み会続きだったりとか、人付き合いが多くて疲れちゃうなっていう風に感じる方もいるかもしれないし、ときめくような出会いがあってどうしようって思う方もいるかもしれないから、そのあたりのご自身のバランス、やっぱりいい時とかそうじゃない時とかもどんな風にクリアしていくのかなってことで、自分自身見つめる時がやってくるかもしれません。自分の魅力を最大限に発揮されていくためにも、今苦しんでいること、傷んでいること、これから出てくるだろう障害とかに対しても乗り越えていくためには、やっぱり痛みは伴っていく。だけど抜けていくからねっていう風に言われています。今苦しいなっていう風に思っている方は、その苦しみからこの3ヶ月以内に抜けていくだろうっていう風に出てきています。
お相手と寄り添う道を選ぶよっていう方もいるだろうし、いやなんかお相手とか今全然そういうのなくて出会いで見てますっていう方だとしても、自分自身と向き合って乗り越えていくものっていうのが出てくるのかなと思いますね。はい。3ヶ月後には何かしらの痛みが抜けていくだろうっていうのが出てきています。はい、そしてこちらね、オラクルカードからメッセージをもらっています。はい、マジック、魔法のカードですね。あなたの手から生み出されていくものなんでしょう。毎日毎日あなたの日々作り出していくエネルギーっていうのを感じてくださいねっていうのが出てきています。日々感じ取ってください。そして自然に触れ合うことっていうのもおすすめのアクションとして入っています。あなたの手から生み出されるものがあるんじゃないかなってこのカードを見て思うんですが、クリエイティブな活動をされている方だったり、趣味とかで自分の手で何かを生み出しているよっていう方は、その才能が開花されるのかもしれません。ラッキーナンバーは22番です。はい、そしてもう一つね、こちらのオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。一回しまっていきますね。ちょっとたくさん出てきてしまったので、はい、あなたの手の力を信じていきましょうっていうのがね、メッセージで入っていますね。受け取るものとかっていうのもあると思うんですよ。ギフトですね。それらを感じることだったり、大切にすることだったり、それらを見つめてあなたが何かを、感じたり受け取ったり考えたりっていうことも出てくるだろうし、ギフトっていうところにも注目したいところです。はい、ではもう1枚もらっていきます。はい、アメジスト、ここに愛がある2番、やっぱり2っていうのがラッキーナンバーとして入っていますね。はい、ここに愛があるというカードです。安らぎや感情のバランスを取るというカードですね。または浄化、才能開花も表しています。はい、いいですね。才能が開花するっていうのが共通で入ってくるかなと思います。恋愛で言えば、自分はお相手のこと好きなのにとか、出会いが欲しいのにとか、愛してほしいのにとかって思っていても、なかなかうまくいかなかったりとか、素直になれない時って皆さんありませんか？そういう時に強がってしまったりとか、異常に求めすぎてしまったりとか、または逆に避けてしまったりとか、そういう時自分でなんでこんなことしちゃったのかなって自分のことを嫌になってしまうこともあるでしょう。で、傷つくことを恐れたりとか、人と距離を取りたくなったり、対人関係が怖くなったりしてしまうのは、実はあなたが深い愛情を持っているという証なんです。とてもその人が大切だからこそ、その思いがなくなること、失われることへの恐れが大きくなってしまうんですね。今は温かい気持ちであなたに愛を自分自身が与えてあげてください。優しい音楽を聴いたり、そして温かいハーブティーを飲むなどして自分自身に愛を持って接してください。自分自身を愛することは豊かさにつながって、さらなる大きな愛が育まれていきます。自分自身を信頼してくださいねっていうアメジストのカードが入っていました。またラッキーカラーはアメジストなので、紫なんですが少しピンクがかった薄い紫、淡い色っていうね、これよりももう少しピンク味のある色かなと思うんですが、この色を参考にラッキーカラーとして取り入れてください。はい、ということで今あなたにお届けする3ヶ月後のあなたからのメッセージっていうことで、グランタブローとあとはタロットやオラクルカードを使ってお届けしていきました。今痛みから抜ける時がこの3ヶ月以内にやってくる。痛みとともにあなたの苦しみが抜けていく。嬉しいサプライズや出会い、お仕事、嬉しいこと、いろいろ人脈が広がることも出てくるだろう。疲れることもあるけど、でもそれでも自分自身をいたわって愛していくことから始まっていくんだよというメッセージでした。はい、そしてお選びいただいたバナナオムレットからもメッセージをもらっていきます。
物事を柔らかくふわふわに考えていってくださいねっていうシンプルに入っていましたね。固く考えすぎる必要はないよ、柔らかく物事を考えて柔軟に捉えていきましょうねっていうのが出てきていました。支配したいとか、ここはこうじゃなきゃいけないっていうこだわりから少し柔らかくなるといいのかなっていうアドバイスですね。こちらもぜひお受け取りください。では以上で1番をお選びいただいた方のリーディングを終わらせていただきます。グランタブロー、今回はね全体運を見ていきましたが、いかがだったでしょうか。よろしかったらコメントや高評価、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはグランタブローで見る3ヶ月後のあなたの全体運、そして3ヶ月後未来のあなたからのメッセージをもらっていきます。はい、ではよろしくお願いします。2番の方はお姫様気分いちごとクリームのトゥーンカロンっていうねカードをもらっていきます。かわいいですね。でグランタブローを使っていくのでかなり全体使っていきます。そして、シャッフル長いので少し倍速でお送りしていきますね。まずは軽くシャッフルして並べていきます。そしてグランタブローで全体運を見た後にタロットカードからアドバイスをいただいたり、オラクルカードからももらっていこうと思います。はい、では軽くシャッフルしたところで並べていきます。倍速にしていきます。はい、それでは並べ終わりましたので、ここから見ていきましょう。まず主人公ですね。あなたのカードがここに入っています。そしてあなたの目線の先にはコミュニケーションを表す鳥のカードが入っています。3ヶ月後のあなたの全体運なので、3ヶ月後あなたはコミュニケーションのことに意識が向いているようです。誰かとやり取りしていることだったり、コミュニケーションを図っていくことについて考えていますね。そして今背中を向けているところにハートのカードが入ってるんです。ということは今真実の愛から目を背けていたりということは、諦めかけていたりする可能性がある。好きなお相手とか、あと出会いに関しても期待していないとかね、もう自分は恋愛できないんじゃないかっていうふうに、どこかね真実の愛から目を背けるようなことが出てきているのかもしれません。でもこう見ていると嬉しいこともあるんですが、同時に自分が片付けなきゃいけないこともあるよなっていう風に感じているところがあるんじゃないかなと思うんですよ。安らぎたいし、安心したいし、ほっとできる場所、居場所っていうのを大切にしたいんだけど今まで積み重ねてきた何かを手放すことが今出てくるのかなって、ご自身でももうすでに予感されている方も多いんじゃないかと思います。課題になってくることがあったり、またはもう自分の中でねもう断捨離していくというか、きっぱりと何かを分けていくようなことっていうのも必要になってくるかもしれません。嬉しいこととしてはサプライズギフトが送られてきたりとか、びっくりするようなニュース、嬉しいことっていうのも入ってくるでしょう、この3ヶ月以内に。なので半分半分っていう感じなんですよね。嬉しいこともある。だけどこの3ヶ月以内に自分で乗り越えていかなければいけないこともあるっていう感じで入ってきています。これがそうですね、まずあなた自身のことで、悩んでることとしてはやっぱりお相手のカードが下に入ってますので、好きなお相手のいる人っていうのは、その人のことについて考えていたりとか、またはここにお金のカードも入っています。好きな人だけではなくてお金のことでも考えることが出てくるのかなと思います。そして恋愛、真実の愛に目を背けてるみたいな話をさっきしたので、それは
好きなお相手と結ばれないんじゃないか、すれ違ってるんじゃないか、近いようでどこか遠いようなもどかしい気持ちだっていう風なのも伝わってきますし、お相手いないよっていう方でも出会いがないんじゃないかっていう風に不安になっちゃうよっていう方も気持ちとして現れているのかなと思います。これはね、3ヶ月後のこの並びなので、そこからのメッセージですね。そしてあとはね、自分にとって真実の愛って何なんだろうとか、思い合える関係性ってどんなんなんだろうみたいなところで考えるかなってところも出てくるみたいです。あとはどんな風にお相手に接していけばいいんだろうとか、自分をアプローチしていけばいいんだろうっていうところで悩むなって方もいるかもしれません。では、好きなお相手のいらっしゃる方はここですね。お相手のことを見ていくんですが、お相手もやっぱりあなたのことを考えているんですよね。距離が近い、同じこと考えてるんです。だけどすれ違ってるような気がするし、見失ってるような気がする、どうしようみたいな。そしてお相手の頭の上でもコミュニケーションのカードや愛のカードが入っているので、あなたとコミュニケーションすることっていうのを望んでいますし、そこにはお相手の目線の先には調和のカード、純粋な百合のカードが入ってますから、もう素直な気持ちであなたと接していきたいとか、仲良くなっていきたいっていうね、気持ちがあるんです。愛についても考えています。そうですね。ただお相手が目を背けていることでお金のカードが入ってくるので、何かね、お金のことで、経済的なことで何か大きな出費があるのか、不安材料があるのかなっていうところはお互いのところに入ってきてるかなと思います。でもあなたの方は解決していきたいことっていうことがね、基盤となるそうですね。お金のこと大事だよねとか、お相手も大事だよねとか、仲良くすることも大事だよねっていうふうに、お互いが同じようなことを考えてはいるんですが、ちょっと向いてる方向がずれている可能性もあるから、どうやってそれを合わせていこうかなっていうところも出てくるかもしれません。お相手、ここですね。お金がお相手気にしてるというか、背を背けているので見ないようにしてる。なんでかなっていうと、お勉強のカードだったり、あとは何かね、秘密だったりとか、お金のことに関してはあまり公にできないような事情があるっていうことが伝わってくるんです。そうですね。まだお金のことに対してね、経済事情を人にあまり言えないのかっていうことも出てくるし、または試験や資格のために今お金貯めてるとか、使うんだって予定してるんだっていうお相手もいるかもしれません。なんかここはね、お金のことに対しては、お相手の問題だから、あなたがそこに貸し借りとかしている関係性でなかったとするんだったら、ここはお相手に任せてっていうところはあると思う。もうご自身の問題なのでっていうところはあります。でもお相手はこの自分のお金の問題も考えながらも、頭の上では愛情やあなたのこと、コミュニケーションのことっていうのを考えているので、どっちもあるんだよねっていうのお相手の様子が伺えます。はい、そして次、あなたの仕事運です。お仕事のカードは怒りのカード、ここに出ています。嬉しいことあるんじゃないかなっていうのが率直に出てきています。安定しているでしょう。そして思わぬ昇給だったり昇格だったり、ボーナスだったりっていうのもあるだろうし、臨時収入ですね、あるだろうし、あなたが毎日積み重ねているからこそ掴み取れるような信頼関係や約束っていうのも出てくるだろうなっていうのが見えます。はい、とても安定していますね。はい、やりたかったことが成功するとかっていうのもあるだろうし、成功したからこそやる気に満ち溢れている3ヶ月後っていうのも出ています。いろいろモヤモヤすることもあるだろうけど、でも自分の心を落ち着かせて取り組むことができるよっていう風に出てきていますね。そして次は金運です。金運はお魚のカード。お魚のカードはここに入っていますね。あなたの金運です。で、やっぱりお相手っていうところもやっぱり絡んでくるので、どうしてもやっぱりお相手とあなた共通でお金っていうところに
目を向けたいとか背けたいってところがあるのかなって、どうしてもお相手だけの問題じゃないのかなっていう感じもするんですよね。あなたと真摯に向き合っていくためにはお金のことにもお互い目を向けていかなきゃいけないのかなっていうところが出てきています。だけどまだ明るみにしたくないなとかっていうお相手の、お気持ちっていうのもあるので、どこまであなたが掘り下げていくのかっていうのはかなり難しいところなのかなとも思いますね。で、あなたの金運なんですが、お相手はやっぱりどうしても関わってきます。自分とお相手っていうのが金運に関わってきますし、やっぱり貯金が崩れるようなことも出てくるのかなって、貯蓄していたものが少しね崩れてしまうようなことも出てくるのかな。あと見えないような不安っていうのも出てくると思います。お金に対して不安がどうしても残っちゃうっていうところがあって、進みたいのに進めないとか、始めたいのに始められないとか、思ったようにうまくいかないとか、そこまで大きなことじゃないんですが、それでもね気になるなっていう感じで残るかなと思います。お相手が絡んでくるので、やっぱりどうしようかなって、自分だけの問題じゃないのかなっていう風に感じるなっていうのは出てきていますね。そしてこれから先のことも見ていくんですが、でもただ今の現状、あなたはすごくお相手のことを悩んでるだろうけど、あなたが背を背けていた愛のことについてこれから先考えていくだろうし、見つめていくことになるだろう。それを見つめていくとロマンスにたどり着いていって、そしてロマンスのことを通り過ぎると今度は、収穫ですね。何かを刈り取ってそれから得るものもあるだろう。だからあなたの中でも覚悟が必要になってくることも出てくるんじゃないかなと思います。ただし嬉しいカードがここに入ってますから、お相手との間でロマンチックなことが起きるとか、出会いについてもいいことが起きるってことが出てきています。そうですね、出会い運や恋愛面で見るカードはこのハートのカードです。で、ハートのカードを中心に見ていくと、やっぱり出会いがありそうなんですよね。好きなお相手がいないという方はね、出会いであるんじゃないかなというふうに出てきています。ロマンチックな出会いが始まるよっていうのもありますし、すごくそれは純粋な愛から生まれてくるものなんだっていうのも出てきていますね。もしくはそうだな、何か一区切りついた時に出会いがあるとか、恋愛の発展があるっていう風に見てもいいかもしれません。出会い運だけじゃなくて恋愛運全体で見ているので、そうなるとやっぱりこのあたりが関わってくるから、さっきのお相手との関係性でお伝えした通り、このあたりっていうのがどうしても深く密着して関わってくる。でプラスロマンチックなことだったり、何か課題が出てくる、自分たちにとって運命だって思えるようなことが出てくる、向き合わなきゃいけないことが出てくるなっていうところも入ってくるかなと思います。はい、恋愛運とあとお相手との距離感とか、先ほどのお話を組み合わせてこちらはご覧いただいて、で出会いで見てますって方は今のお話だけお受け取りいただけたらなと思います。そして最終的にこちらアドバイスですね。3ヶ月後のあなたのメッセージとしては、解決するでしょうっていうのが出てくるんですね。自分で解決したいなと思ってることだったり、全体を通してですよ。お仕事やお金のこと、恋愛のこととか、ご自身のこともそうだと思いますが、もやもやしていることや何とかしたいと思っていることをカチッとはまるようなヒントだったり解決策っていうのが出てくるでしょう。それを支えてくれるチームメイト、仲間、友達、もしくはパートナー、お相手っていう存在が大きく関わってきます。そしてあなたの中の純粋なお気持ちですね。すべてに対してです。あなたの望み、願い、何がやりたいのかっていうことも大切に持ち続けてくださいねっていうアドバイスも入っています。そしてこちらですね、蛇のカードが入っています。あなたの心にまとわりついてくるようなもの、これらがキーポイントとしてここに入っています。嫌ですよね。まとわりついてくるもの、なんとかしたいなって思ってる、いろんなところで入ってくると思います。お仕事かもしれない、お金かもしれない、恋愛かもっていう風に、自分のことかもっていろいろとモヤモヤするなとか、なんか鬱陶しいなって思うようなこともあるでしょう。だけどこ
こと向き合っていくことがポイントとなってきます。だから嬉しいこともあるんですよ。嬉しいこともあるし、いい知らせも出てくるんだけど、その反面向き合っていかなきゃいけないことを見つめていかなきゃいけないことも出てくるので、それはあなたの嫉妬心かもしれない。蛇は嫉妬を表すカードでもあるし、あなたが背を背けているところに真実の愛っていうところがあるので、もしかしたら独占欲だったり嫉妬しちゃう気持ちとか、本当はね分かってるんだけど、もうついついねお相手に尋ねちゃうんだとか、見過ぎちゃうんだっていうところをセーブしていくことと向き合っていくのかもしれないねっていうアドバイスのカードが入っていました。あまり執着しすぎないことだよっていうことですね。はい、もしなんかね恋愛のこととか、それ以外のことでもそうですよ。ライバルのことを考えていて、なんか向こうの会社の方が成績いいんだよなとか、そういうことでモヤモヤすることがあった時に、助けに入ってくれる友達やチームメイトともうパッとやってストレス発散しようねってことも言われてると思います。ではグランタブローのこのカードの上にタロットカード並べちゃう形になっちゃうんですけど、こちらからアドバイスもらっていきましょう。この3ヶ月間どうやって乗り切っていけばいいですかとかっていうアドバイスをもらっていきます。こちらはすでにシャッフル済みで数学採用で見ていきます。あなたへのメッセージをください。3ヶ月後のあなたから今のあなたへ送るメッセージとしてもらっていきます。はい、こちらから3枚もらっていくと、やっぱりね、そうですね、お金のこととか、あとは住まいのことだったり、ライフスタイル、何か自分の中で苦しいなとか思うようなことやっぱりあるかもねって、疲れることとか先が見えないなとか、そういうこともあるかもしれないし、どうやって乗り切っていこうとかっていうことも、その自分の取り組んでいかなきゃいけないことに対しての気力が湧かないってこともそうだし、体調が思わしくないのかもしれないし、どうやって向き合っていくのかっていうのが3ヶ月後のあなたから今あなたに伝えたいメッセージとしては出てきているよ。そしてそうですね、新しい可能性がこれから見つかっているし、今あなた十分頑張ってるっていう風に出てくるんですよ。ギリギリのところですごく頑張ってるよねって、バランスを取ったりとか、いろんなところでですよ、全体的に今結構ギリギリじゃないですかって、こんな苦しい中よく今頑張ってるよねって、それがもうすぐ解決していくからって、だから諦めないでっていう風に出てくるんですよね。諦めかけていることとか目を背けていることから目を背けないで、しっかり見ていこうっていうこともそうだし、頑張ってるんですよ。とても行き詰まってる中、それでもね自分で何とかしようとしてあなたは一生懸命やってるし、そして何とか自分自身集中して心の平穏を保とうとしているし、またはお相手の意見を受け入れようとして自分自身を我慢しているところもあるんじゃないっていう風に出てくるんです。そうやって全てあなたが今自分を押し殺してでも我慢して頑張ってることっていうのは3ヶ月後には解決の方向へ向かっていくし、助けてくれる人も出てくるから、今苦しかったとしても、またはね1ヶ月後とかこれから先すぐ近未来で苦しいこととか課題が出てきたとしても、それを3ヶ月後には乗り切る策がもう出てくるから、だから決して逃げることなく向き合ってねっていうのがメッセージとして入っています。ではオラクルカードからもらっていきましょう。中にはね恋愛のことで言えば受け身になっていたりとか、あとはそうですね、自分の気持ちを押し殺して違うところに目を向けていたっていう方もいるかもしれないし、そこはねもう我慢しなくてもいいよっていう風にも出てきていますね。
力のカード、強さを表しているカードですね。力っていうのは決して力持ちが全てではなくて、そしてメンタルが強いことだけが全てじゃないよってこともこのカードが伝えてきてくれるんです。ネガティブなことに向き合うことも強さの一つだし、乗り越えることだけが強さだけじゃないからねって受け止めることや乗り越えること、そして気づくことだったりとか、悲しいことは悲しいって素直に言えることだって、正直に自分の気持ちを言うことだって強さの一つだよって、いろんな強さがあって、あなたはそのいろんな強さを持ってるんだってことだよって言われてますね。そしてラッキーナンバーは34番です。あなたが考えたり受け取ったり手にしたりすることの中にその強さっていうのが眠っているからっていう風にね。はい、こちらのカードからももらっていきます。6番、この6っていうのも、ラッキーナンバーとして捉えてください。あなたはあなたのままでいいというね、アベンチュリンというパワーストーンのカードです。そして緑色が入ってますので、こちらをラッキーカラーとして取り入れてください。はい、これはあなた自身も大自然の一部分です。なのでありのままの自分でいてくださいというカードです。集中力や自信を表すカード。私は私のままでいいというふうにアファメーションをしていきましょう。美しく輝く緑の風があなたのハートにそっと吹き込んで自然体になれるように、このカードはサポートしてくれます。ストレスがなくなり、そして勇気が必要な時というのは、あなたの心の内側から自然にパワーが湧き上がってくるでしょう。穏やかな状態でいる時こそ、あなたの本来の魅力とエネルギーが発揮される時です。忙しい時、苦しい時こそ頑張ろうと力を入れるのではなく、自然体のままのあなたになるように意識してください。はいね、力っていうのは力むだけじゃないよってこともね、2枚から表してくれていますね。そしてこちらお選びいただいたお姫様気分のカードも、焦る必要はないよ、焦らずゆっくりとやっていこう、時には甘えてもいいよってことも言ってくれてるんですね。一人で頑張りすぎる必要がないんだって、そのために仲間や支えてくれる人、パートナーがいるんだよってこと忘れないでねっていう風に出てきていました。3ヶ月後には希望に向かっての解決策っていうのが見つかってくると思いますので、もやもやから晴れるようなこと見つかるでしょうっていうのが出てきていました。はい、これも参考にしてください。今回はグランタブローを使って3ヶ月後のあなたから今のあなたへお知らせしたいことや全体運っていうのを見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、グランタブローから読み解く未来のあなたからのメッセージをお届けします。全体を見ていきます。今回は恋愛、お仕事、そして金運という風に見ていきます。3番の方、昼下がりのチーズケーキです。最高の人生というワードが入っていますね。では見ていきます。まずはルノルマンカードを軽くシャッフルして並べていきます。で今回ね、カード全部使っていきますので、画面いっぱい使っていきます。でシャッフルも長くなりますので、倍速でお届けします。はい、このように展開していきました。そしてまず物語の主人公はあなたですよね。あなたのカードはここに入っています。これを見ていると、その3ヶ月後のあなたからのメッセージなので、このカードは3ヶ月後の展開を表しています。そしてあなたが3ヶ月後
見ている目線の向こうっていうのは太陽のカードが入っているので、成功させたいことがある、うまくいきたい、これをなんとか達成させたいっていうふうに思っていること、大きなこと、明るいことっていうのを考えています。ただし背中を向けているところに山のカードが入ってますので、ご自身の乗り越えるべき課題だったりとか、これを乗り越えないと成功へいかないよねってところのこの課題から目を背けている可能性があります。それは全体的なことで今お話ししているので、恋愛、仕事、金運、どこで入ってくるかはわからないんですが、でも全体的にね、自分の中で目を背けているところがやっぱりあるのかな。辛いところ、痛いところ、疲れたら痛いなって思うところから目を背けてるっていう可能性がありますね。そして他の周りのカードも見ていきましょう。誰かに何かを伝えたいとか、もちろんね、受け取るっていう可能性もあるんです。情報を受け取るとか、誰かのお気持ちを受け取るってこともあるんですが、でもブックのカードは学びだったり秘密も表しているカードなので、このお知らせを誰かに秘密にするのか、それとも逆に開示していくのかってことであなたが考えるのかもしれないし、または家のカードも入ってるから、ゆっくりと落ち着いて安定させていきたいとか、育んでいきたいものがあるとか、思いやりを持って接していきたい何かがあるってこともあなたの中で感じてるかもしれません。ただしやっぱり向き合わなきゃいけないんだよなっていうのはどこかで自分自身も感じているところがあるのかなとも思いますし、頼りにしたい存在、または目上の方だったりとか、あなたにとってはこの人すごいなっていう大きな存在っていうのがいるのかもしれません。その方を頼りにしていけるんだったらいいんだけど、逆にその方が自分自身のストレスになっていたりとか、対人関係でどうしようかなっていうふうに思うのか、どちらかなのかなと思いますが、ここにね鎌のカードも出てるから、この人との関係性をどうやっていこうかなっていうのも考えるかもしれません。または3ヶ月後の未来っていうと、やっぱり自分が今目を背けていること、どうしても向き合う瞬間がやってくるよっていうような未来が出てきています。ただしこれを乗り越えると、ここね、人脈が広がるとか、嬉しいことですよね。お庭のカード、育んでいけるものがあるよっていうことにつながっていくので、ここはかなり重要な出来事になるんじゃないかなとも思います。で、そうですね、嬉しいこともすごくあるんですよ。育んでいけるってこともすごいね、サプライズギフトとか嬉しいなって思うこともある。だけど同時に乗り越えていかなきゃいけない課題だったりとか宿命っていうのも感じるんじゃないかなって思うんですよね。これを区切りをつけなきゃいけないとか、終わらせなきゃいけないっていう風に自分自身乗り越えていかなきゃいけないって思うことが何かどこかで入ってくるのかなというふうには感じています。そして現在、もちろん自分にね、嬉しいことがあったらいいなっていうふうに願っているのもあるし、そしてパートナーシップを結んでいきたいとか、今自分が願っていることを叶えたい、成功させたいとか思っている目標に対しての解決策が見つかっていくといいなっていう思いももちろんありますよ。それらがキーワードとなって入ってくるんですが、まずお相手の見ていきましょう。好きなお相手のいらっしゃる方っていうのは、お相手はここにいます。で、あなたとお相手が向き合っているので、2人は向き合っているような3ヶ月後になっています。ただし距離としてはちょうどね、近くもなければ遠くもないっていうような形で入ってきていますから、お互いが行動を起こしていくことっていうのが、一番のこの道ルートかなっていうのが入ってきています。お相手も動いていく必要があるし、お相手の見てる先ってかなり将来のことを見ているんですよね。ずっと先のことを見ていて、今だけじゃなくて何ヶ月も何年も先のことを見据えて動いてくると思います。それはどこにつながっているのかっていうと、結局はこのお家のカードってところにお相手の目線がたどり着くので、安定した関係性だったりとか、あなたとの関係性ですね、落ち着いたものにしていきたい、アットホームにしていきたいっていうところがあります。
だし、あなたもそのためには、同じ方向へ向かっていくためには、ここね、ブックのカードっていうのがあるので、自分の心を開いていくことだったりとか、素直になることっていうのもそうだし、嘘偽りない自分を見せていくこと、ありのままの自分を見せていくことっていうのも重要になってくるのかなと思います。調和をとっていくこと、または何かを学ぶことなので、お相手との間で関係性を築いていくにあたって習得しなければいけないものっていうのが自分で見つかるのかもしれません。そしてお相手なんですがね、見てる先は進んでいくこと、自分の道っていうところが出てきているんですけど、逆にね、背を背けてるところに愛のカードが入ってるので、お相手向かっていきたいとか先を見てるってことは出てるんだけど、じゃあ実際今の愛はどうなのっていうと、背中向けてるよっていうところがあるので、これはもうそうだな、あなたと向き合ってるので、あなたの思いに気がついてないとは言わない。だけどそうだな、いろいろね、お相手の中でも感じてるところがあるんですよ。あなたとの愛を育んでいくために、自分は向かっていく方とか望みっていうのはちゃんとあるんだけど、頭の中を考えていると、あなたと毎日お話ししたりとかコミュニケーション取っていくことってすごく嬉しいなって思ってるの。育んでいきたいなとは思ってるんだけど、同時に言い合いになったらどうしようとか、対立しちゃったらどうしようで、今背中に向けてるところにハートが出てるのが少し気になったんですよね。お相手が愛情から背中を向けてるってことは、何かここで言い合いがあったりとか、本音が見えないってことに対してどうしようかなっていうふうにお相手が進む方向を間違ってるような可能性もあるんですよね。またはお相手が愛と向き合っていくためには、ここ対立ってところが必要になってくるかも、避けては通れないかもなっていうところを感じているかもしれません。そして結婚のカードも入っています。または約束ですね。あなたと交際することだったりとか、デートの約束でもいいんですけど、その頭の中には、結婚だったり約束だったり固いものっていうのを感じていますので、嬉しいカードではあるんですよ。だけどここのあたりがね、愛情と目を向けていくためには避けては通れない何かがあるんじゃないかってご自身でも感じてるし、あなたとも共通していることがここで出てきているかもしれません。何かをそうだな、何かからね、自分たちを守ることだったりとか、もちろん今お疲れなのかなっていうのも入ってるんですよ。お相手のストレスになるようなことがあるのかなって、それは多分ね、この辺りだと思うんですよね。誰かと対立することっていうのが怖いなっていう風に感じてる、もうすでにストレスになってる、心配してるってところですねが入っています。進んでいきたいっていう思いに対して恐れているところもあるし、今背中を向けていて目を向けなきゃいけないことにあえて目を向けていないところもある。考えてはいるんだけどねっていうところも出てきているので、お相手もちょっと複雑かなと思います。ただ2人は向き合っているので、別々な方向を向いていないから、ここですね、距離も遠くはないので、今向き合っている状態だから、それぞれの問題をちゃんと解決していけばつながっていけるところになっていくのかなっていうのはあります。そして今好きなお相手いなくて出会いで見てますとかっていう方は、こちらのハート、恋愛運を表すところで見ていきましょう。でもしくは好きなお相手がいる方も、この恋愛運ね、総合的に見て、こちらのさっき言ったカードと合わせながら見ていただきたいなと思います。で、出会いで見てる方っていうのはやっぱりここにね、お相手のカードがあるから出会いがありそうなんですよ。嬉しいカードが入ってきていますね。出会った人と毎日やり取りをして楽しいなって思ったりとか、デートの約束っていうのもできそうですよね。何かちっちゃい約束かもしれない。出会ったばっかりだから、出会ってすぐ結婚っていうよりは、出会ってどこか遊びに行こう、いいねみたいなやり取りをするのかもしれないし、連絡先交換できるとか、そういう嬉しい出会いっていうのもありそうなんですが、その一方でやっぱりこっち入ってくるんですよね。なんかね、
そうだな、出会いがあるんだけど気になることがあるとか、そのお相手のこと、会ったばっかりの人のことについていろいろ考えちゃうとか、出会っていいなっていうふうに思ってるんだけど引っかかるところあるなとかっていうところも感じるだろうし、自分自身で消極的になってうまく話せないってこともあるかもしれません。この出会いに関してはね。そしてこの恋愛運と総合して好きなお相手と合わせてみていただいてもいいです。はい、今のこの3点ですね。では次に行きましょう。次は仕事運です。仕事運は怒りのカードで見ていくので、このあたりのカードで読み解いていきます。で、お金っていうのはこちらのお魚のカードで見ていくので、かなりここ近いから密接してるんですよね。仕事とお金っていうところです。そしてその他の周りのカード、もうね、金運も一緒に見ていきましょう。ここつながってるから、このあたりで見ていきたいんですけど、分岐点があるなっていうのは出てきています。何かを選ぶ、選択することとか、どの道、どの方法を使ってやっていこうかってことも入ってきていますし、ロマンスのカードも入ってるので、もしかしたらね、このデート、出会いとかプレゼントってことに対してお金を出費される場合もあるんですよね。でもそれは嬉しいことですよね。お相手に捧げる愛のプレゼントとか、お食事代とかデートとかね、楽しい時間だから、ここはいいと思うんですよ。ロマンスなことに使うことも出てくるねっていうのはあります。だけど何かを学ぶことに使うことも出てくるだろうし、お家、住まいのことに使うこともあるだろう。夢、目標とかのことに使うこともあるだろう。いろいろとあちこちと使いたいなって思うことが出てくるんじゃないかとも思います。ここに健康のカードも入ってるし、パートナーシップ、お友達とかも表すカードも入ってるから、かなりいろんなところにお金を使うっていう可能性が出てくるんじゃないかと思います。仕事でもそうだし、健康、病院関係とかね、人付き合い、デート、学び、家、住まい、願い、目標っていうところで、あれもこれもっていう感じで出費が出てきそう。または逆に入ってくるっていう可能性もあります。その中でも自分が何を優先させていくのかっていうのがここで入ってくるかなというふうに、お金の周りはね、そうなってます。で、仕事もこれつながってるので、今言ったことは仕事にもつながってきます。お仕事で体調に関わることだったり、信頼関係を育むことっていうのもこの両脇で入ってきていますから、仕事はね、信頼関係うまく育んでいけるし、ビジネスパートナーにも恵まれるっていうのがあります。お金にも直結している。そして仕事と並んでロマンスのカードも入ってるから、仕事を通じて嬉しいこと、ロマンスにつながるようなこと、だけどハートはこっちの方にいるからちょっと遠いんですよね。だからときめくようなことがあっても、出会いとか愛情とかには結びつかないかもしれないなっていうのはあります。ただそうだな、仕事、お金、ロマンスっていうのも見ていくと、仕事とデートどっちみたいな感じになる時もあるかもねっていうのはあるかもしれませんね。いずれにしろ何かを選んでいくことだけど、そんなに苦しくないですよ。苦しいカード周りに入ってないから、前向きに自分の中で選んでいける、より良い方向へ選んでいけるのかなって、助けてほしいって思ったら助けてくれる人も出てくるだろうし、ここはいいかな、安定してるかなと思います。木はね、安定の意味も表してるので、仕事、金運ともに、出費もあるだろうけど入ってくるものもあるだろうし、より良い選択していけるだろうっていうのが出てきてるので、ここはいいかなと思います。そしてこの全体を通じて今お話ししていったので、最後に3ヶ月後のあなたからメッセージをルノルマンのこの4枚からもらっていきましょう。で、先ほども一番最初にお伝えした通り、この自分の本音を見せていくことっていうのもこの3ヶ月間を通してのテーマになってくるだろうし、あとは対人関係についてですね。これ確かにパートナーシップのカードは出てるんですが、それ以外かな、自分のパートナーだと思わない人の対人面について自分の中で
解決させなきゃいけないこととか、すっきりさせなきゃいけないことも出てくるんじゃないかなっていうのがアドバイスとして入っています。ただ純粋に楽しむ気持ちだったりとか、仲良くしたいなって思う人とは仲良くすればいいし、もう純粋にいいなと思ったら仲良くしたいって思っていってもいいよっていう風に、叶えたいと思ってること、始めたいとか成功させたいと思ってることについても取り組んでいってもいいよっていう風に応援してくれるカードも入っていますから、新しい始まり、何か区切りをつけることとか乗り越えることで新しい始まりっていうのも感じられるような3ヶ月目になるんじゃないかと思いました。はい、ではタロットカードから3ヶ月後のあなたから今のあなたへメッセージをもらっていきます。こちらすでにシャッフルしてあって制逆採用で見ていきます。で今ね、すっごくたくさんのことをお話ししたので、お相手のことだったり恋愛運だったり仕事、お金のこととか自分自身のこととかっていうことでいろいろとお話ししたので、いっぱい情報がっていう風になったかもしれないんですが、でも今現在あなたの中でも学びたいこともあるし、気にかけてることもあるし、ロマンチックなことも考えてるから、もうあれもこれもっていう感じがするのかなと思いました。はい、未来のあなたからのメッセージです。はい、ではめくっていきます。ソードの2番、ペンタクル、エース、逆位置、そして、ソードのページですね。今のあなた、やっぱり自分のこと抑えてませんっていう風に出てくる。そして周りのことを気にしていたりとか、どうやったら周りに馴染んでいけるんだろうとかね、あとはよくよく周りを見ていたりとか、何か乗り越えるべきものが今自分の目の前に立ちはだかってるっていう風に感じてる方もいるかもしれない。そしてあとは今この困難を乗り越えるためにとか、なんとか今ギリギリの状態でやってるのをなんとかするために、今自分自身計画を立てていたりとか、その計画に向かって進もうとしているっていう方もいるかもしれません。かなり感情を押し殺しているなっていうのを感じるし、自分の実力がまだまだこれから発揮されていくはずなんじゃないかなって思っているところもある。なんか気持ちを抑えてるからこそ実っていかないものを感じているもどかしさっていうのを感じるので、今その厳しいところから抜けていく時がやってくるから、そのタイミングを逃さないでとか、そのヒントを見逃さないでっていうようなメッセージが入ってきます。だからこそ周りの状況をよく見たりとか、もちろんね、時には自分自身の心と対話して自分が何を求めているのかっていうのをもう一度見つめ直すことも必要になってくるだろうし、とにかくこのヒントやチャンスっていうのを見逃さないようにしっかりと目を凝らすことっていうのがメッセージとして入っていました。ではあとはオラクルカードからもメッセージをもらっていきましょう。今のあなたに必要なメッセージをください。あなたが失礼しました。飛んでいったやつを拾っていきますね。うさぎがこれか、目の前に落ちてましたね。これをね、勢いよく飛んできたやつをもらっていこう。感謝のカードが入ってきていますね。立ち止まってもいいよっていうカードです。一回流れがいろんな流れがある中で、その流れに乗ることを意識しているかもしれないけど、一回自分自身立ち止まって、そしていろんなところに感謝していく気持ちを持つってことですね。ゆとりを持つってことかな。感謝の気持ちはできているから、ゆとりを持ってゆっくりと感謝する時間を作るって感じかなっていうのが入ってきます。で、ラッキーナンバーは15番です。はい、あなたの人生、生活の中にありがとうっていう時間をね、ゆっくりと持ってくださいねっていう感じがするんです。で、忙しさの中、時間の流れてる中、ありがとうって確かに日常使うんだけど、でもしっかりと伝える時間を持つとかタイミングを持つっていうのも必要なんじゃないかってことが、このカードが教えてきてくれていますね。今のあなたに必要なメッセージです。ありがとうって言いたい人、
物事出来事があるんじゃないですかって、それらに今時間をかけてありがとうって伝える時がやってきてますよ。それはでも自分自身かもしれないし、自分じゃないところでお相手とか、会社の同僚とかね、パートナーとかにも言えるかもしれません。ご家族だったりとかっていうところもあります。忙しさの日々の中に追われることから一回やめて立ち止まってありがとうっていう風に言おうって言われていましたね。はい、そしてこちらのねカードももらっていきましょう。ターコイズ、やりたいことをやりましょうっていうカードで、ナンバーは14も入ってるので14、15っていうね、この2つの漢字じゃなくて数字がラッキーナンバーですね。ラッキーカラーはターコイズブルーです。はい、そしてなんかね、我慢してることを我慢しなくていいよっていうのが入ってくるし、あなたにとってもしかしたら自分の本音を見せていくこと、素直な気持ちを伝えることってハードルが高いなっていう風に感じてるかもしれません。今でもそれを見せていく勇気を持つってね、結構難しいですよね。なかなか自分の本心言えないって、その本心を見せる相手にもよるんだろうけど、距離感とかにもよるんだろうけど、一歩勇気を踏み出して、例えば仲良くなりたいんですとかね、言えば友達になれるような関係性が築かれるよってこともそうかもしれません。ちょっとね、一回補充させてください。はい、お待たせしましたね。そしてこのターコイズですよね。これは幸運、勇気、ストレスからの解放を表しているカード、またはお守りのカードでもあります。ターコイズというのは旅のお守りとも言われてるんですよね、このパワーストーンっていうのが。あとは友情も表しています。はい、友情といえばここの辺りですね。あなたを支えてくれるご家族、チームメイト、友人っていうところがお仕事やお金回りで入ってきていました。またはこの3ヶ月を通してかなり重要なキーパーソンとして入ってくるかもしれません。お友達ですね。そしてこちらのメッセージは、行きたいところへ行きましょう。やりたいことをやりましょう。着たい服を着て選んで食べたいものを食べる。時にはすごく心地いい状態っていうのを自分で望んでもいいんだよ。イルカが自由に美しい海を泳ぎ回っているように、あなたも自分が好きなことを思いっきり楽しんでみましょう。好きな時に好きなことをする。これが今のあなたに必要なメッセージです。そして、ここにぎっしりと詰まったチーズケーキ、この中身を美味しくいただく時がやってきます。昼下がり、14時15時とかね、この時間っていうのもいいかもしれません。もうぎっしりと詰まったものを美味しくいただくために、ありがとうってゆっくりとティータイムを取ることっていうのも大事かもしれませんね。日々のすべてに感謝していくことっていうのを意識してみてください。自分を押さえつけていたんだっていうイメージがすごく伝わってくるし、そこからもう我慢しなくていいんだよってことを伝えたいんだよって3ヶ月後のあなたからのメッセージも入っていました。今回はグランタブローを使って3ヶ月後のあなたから今のあなたへのメッセージ、そして全体運がどうなっていくのかっていうのを細かく見ていきました。何かお受け取りいただけるところ一つでもあればお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、コメントや高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。